回しながら浮き上がっていきます。プリミティアプレイヤーエールです。今回はドリルを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、よりドリルらしくしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはベアリングの軸にくっつけたタングステンの刃をベースにドリル本体を作ります。その周りに角度をつけた細い鉄の刃をぐるっと一周取り付けたら、徐々にサイズを大きくしながら同じ角度の鉄のかけらを貼り付けていきましょう。こうすることでなるだけ隙間が少なくなってよりドリルらしくなるはずです。これを繰り返してアポロチョコのような円錐形の部品を作ったら、小さい鉄のかけらを使って螺旋状に飾り付けていきましょう。この飾りの部分があるだけでよりドリルっぽくなるんじゃないでしょうか。よし、ドリル本体はできたので内部にモーターをつけてバッテリーで回転させてみましょう。固定を解除して持ち上げた後、バッテリーをつけると、あれ？手で回転を止めてしまってるみたいです。うまくモーター本体をつかむと、回転を始めました。螺旋状の飾りがうねうね動いていて、それっぽいです。回転させながら持ち上げていくと、いたたた！やられてしまいました。今度は回っているドリルを木に押し付けてみましょう。押し付けてもダメージは与えられません。回転ダメージはないみたいです。叩きつけたり、ドリルの横側を当てることでダメージを与えることはできますが、まだドリルっぽさはありませんね。もっと他の形にしてドリルっぽさを増しましょう。モーターを取り外して燃料とロケットエンジンを搭載することで、噴射の力でドリルを発射できるようにしました。こちらにバッテリーをつけてみると、回りながら飛んでいきます。でも、どこに行くかわからないので、私が手で持ったまま飛ばすことで、ある程度狙いをつけやすいようにします。とりあえず、スタンドとタイヤをつけて、地面を滑るようにしました。これなら、私が掴んだまま、突進できるんじゃないでしょうか。掴んだ状態で、バッテリーをつけると、推進力が少ないのか、前に進んでくれません。しょうがないので、噴射させながら前進すると、突進して木を破壊することができました。でも高速とは呼べないので、ロケットエンジンを後ろに移動させて角度を変えることで、さらに推進力を上げてみましょう。推進力は上がりましたが、ついていくのは難しそうです。そこで操縦席を追加して強制的に一緒に前進するように改良しましょう。この状態でバッテリーをつけると、回転しながら突進しました。でも前のめりになって止まってしまうので、どうせなら空を飛んで空中から突進できるようにしましょう。草を重ねた羽を2枚取り付けたら発進すると、爆発してしまいました。燃料の付け方が良くなかったみたいなので、
燃料の形と付け方を工夫して、さらにスライムを食べることで、通電して噴射するようにしました。早速試してみると、浮かんでくれませんね。翼の浮力が足りないみたいです。今度は少し翼を斜め上につけると、どうでしょうか。すると、しばらく進んだ後、少し浮き上がって、木にぶつかりました。どうせならもっと高く飛びたいので、翼を重ねる枚数を2倍にしてみると、浮かび上がって飛んでいきました。でも、左に大きく曲がってしまう変な癖がありますね。そこで、この癖を抑制するために、翼に使っていた草の一部を、機体を右方向に曲げるための空力パーツにしてみました。これならどうでしょうか。早速試してみると、よし、多少左に曲がっていますが、これなら十分狙えそうです。角度を修正して、もう一度飛んでみると、よし、いい感じに飛んで、木に命中しました。これなら、別に武器として使えるんじゃないでしょうか。これでドリルの完成ですね。もはや飛行機になってしまいましたが、よしとしましょう。カメラに向かって飛んでいくと、ドリルを回しながら浮き上がっていきます。今度は視点を変えて、もう一度木を狙いましょう。いけー。おっと、スタンドの部分が当たった後、不自然に止まって、再び壊れながら動き出しました。変な壊れ方が面白いです。では今度こそ、ドリルの部分を当てましょう。それー。よし。ちょっと不自然なタイミングですが、ドリルが刺さって、木を破壊できました。次は、クソを組み合わせた的を狙うと、させるようにドリルが当たって、最後に爆発することで、的が爆散しました。今度はまっすぐドリルを当てると、意外にも、いい感じに掘り進んで、4枚の的を貫くことができました。ドローン工場の壁はどうでしょうか。加速した後、よし、69,010ダメージを与えて、一撃で破壊できました。続いて、風力発電機を狙うと、的が細いだけになかなかドリルが当たりませんね。それでも、しっかり狙って飛んでいくと、よし、ドリル部分が当たって、破壊することができました。でも、中心部分は当たってないので、今度こそドリルの中心部分を当ててみましょう。おりゃー。よし、2,173ダメージ。大幅に上がったダメージで、破壊することができました。崩れ落ちる柱も、もう一度壊れて、いい感じにバラバラになっています。それでは今度は、こちらのザコキャラの大群を狙って、ドリルで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速狙うと、意外としょぼいです。ザコキャラたちは、地面に固定されているわけではありませんが、意外と受け止める力が優秀で、突進が止められてしまっています。それでも、うまく爆発することで、一気に吹き飛ばすことができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。あえてザコキャラのいない方向に進んで、最高速度を測ると、秒速 12.8 メートルほどと、
そこまで早くはありません。そして、ザゴキャラの方に進めば、ドリルがザゴキャラをえぐっていく様子が、よくわかります。ザコキャラを倒すのは、十分楽しめたので、最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針をドリルの先端につけたら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。少し離れたところから、突進していくと、やったー !2331 ダメージ。巨大スライムを倒しました。勢いよく先端のガラスが当たって、一撃で倒すことができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし。スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたドリルさんにも、お裾分けしてあげます。はい。どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またねー。